説明しよう。コントロールブロックスモッドとは、接続したブロックを動かすことができるブロックムーバーと呼ばれるブロックを含むモッドである。というわけで今回はコントロールブロックスモッドを使ってどんな設定でロボットを動かしてるかを解説していくよ。ブロックムーバーにはスイベルとピストンの2種類がある。スイベルは接続したブロックを回転させることができる。ピストンは接続したブロックを押し上げたり元の位置に戻したりすることができる。これが内部骨格の見本。見本と同じになるように組んでいくから参考にしてみてね。基本的に操縦ブロックは腰下に配置して腰回りから組み上げていくよ。ブロックムーバーには軸と可動部がある。組んでいくときは操縦ブロックに対して軸側を接続していくよ。ブロックムーバーが動かないときは間違って可動部を接続していないか、可動部を止めているブロックがないか確認しよう。固定アンカーは非接続面が1つ、耐久値が1500あって結構使っているかも。丸型の固定アンカーも形状が関節部に向いていて重宝している。日本の全高は17ブロックあるけど、ブロックムーバーとその周辺は接続点の限られるブロックが占めるから、思っているほど電力などの機能ブロックが積めないかもしれない。遊んでいるブロックがないようにうまく埋めていけるといいね。今は足首と足のビルドをしているところだね。地上を走行する想定なのだけど、マニアックなダイナモ発電機を仕込んでるな。ここではスキットを選択しているけど、作りたいものに合わせて車輪や履帯、ホバーなどいろいろだね。左側の下半身ができたから、次は左側の上半身をビルドしていく。ブロックムーバーには可動部の現在位置を示すマークがあって、三角形もしくは鋭角なマークが目印になっていて、このマークの初期位置が0を示している。プラスの位置や速度を指定すると時計回りに動く。マイナスなら反時計回りに動く。ホークアイのスイベルは外側に可動部が2つあって、表と裏を区別するために緑のマークが表を示しているよ。肘まで来たから、あとは前腕をつけるだけ。右側も同じようにビルドしたら完成。スイベルの角度を少しいじって立ち姿も決めよう。肩は5度開く。腕は40度くらいにして。股関節は10度開く。足首も微調整っと。
どう？いいんじゃない？いくつかのスイベルをピックアップしてどんな処理内容なのか説明していくよ。と、その前にブロックムーバーの一覧を紹介しよう。オルトキーを押しながら C キーを押すとテックに取り付けたブロックムーバーの一覧を見ることができる。一覧のブロックムーバーにカーソルを当てると取り付け位置もわかる。ブロックムーバーには名前を付けることができるからつけておくと分かりやすくなるよ。例えば一番上のレフトアンクルピッチなら左足首の縦回転をさせるブロックムーバーって感じ。それじゃ腰の設定から見ていこう。ブロックムーバーを右クリックするかブロックムーバーの一覧からエディットボタンを押すと設定画面が開く。設定画面の右側が処理内容の編集エリアになっている。処理内容でよく使われるいくつかの用語があるよ。一つ目は if。if の後ろには何かしら条件が続き、条件を満たしたとき if から end if の間の処理が実行される。if と end if の途中で else が入ることがある。else がある場合は条件を満たしたとき if から else の間の処理が実行され、条件を満たしていないときelse から end if の間の処理が実行される。2つ目は while held。while は何々している間、held はホールドの過去形および過去分詞形で保つ。これに何かしらのキーが続いてとあるキーを押し続けていたらという意味になるよ。3つ目はセットスピード。これは速度を設定して動かすこと。4つ目はセットポス。これは角度や位置を設定して動かすこと。これを踏まえて左右が入力されたらその方向に回すという腰の処理内容を言い換えてみるね。最初、移動速度は0に設定。もし A キーを押し続けていたら、またはもし D キーを押し続けていたら、A キーを押し続けていたら移動速度を-3に設定。D キーを押し続けていたら移動速度を3に設定。それ以外の時1を0に設定。もしはここで終わり。この処理内容で腰を回すことができるわけだけど、画面左側の設定を確認しよう。ここで上限を調整できる。上限設定を確認しておかないと腰が360度ぐるぐる回ってしまうからね。上限設定はセンターオブリミットで中央値を決めて、エクステントオブリミットで中央値からの範囲を決める。例えば中央値が0で範囲が30度なら330度から30度までが可動域ってこと。上限設定はプラスで入力するからちょっと癖があると感じるかも。ユースリミットがオンになっていれば上限設定が有効だよ。マックスベロシティで最高速度を調整できる。最高速度の最大値は GSO 車なら6、ベンチャー車なら12など企業ごとに異なっている。キビキビ動かしたいほど最大値に近づければよいし、遅くしたければ小さい値にする。小数点以下の値も設定できるので、ものすごく遅い動きにすることもできるよ。次は肘の設定を紹介するよ。肘の処理内容はスタンバイ状態では少し曲げておいて、何か操作したらさらに深く曲げるという動きを基本にしているよ。処理がたくさんあるように見えるかもしれないけど、if や while held の意味を踏まえると、移動を行う WASD キーや攻撃を行うスペースキー、ブースト移動を行うコントロールキーを押し続けていたらという条件になっている。新しい用語は Above Velocity。これは1メーターを1ブロック単位として設定したメートル毎秒よりも速く移動しているかを判定するんだ。左側のインプットパラメーターに2を設定しているから、何もキーを押していなくても2メートル毎秒より速く動いていたら肘は深く曲がることを意味するね。これに加えて武器も持つだろうから、エネミーテック
インニアーで敵が指定の範囲に入っていれば、ターゲットポイントプレディクティブでスイベルが敵の方向に向くようにしている。さらに同じ条件でファイヤーウェポンズという処理を追加すると自動的に攻撃させることができる。足の設定については軽く触れるね。全体的に動きの参考はアーマードコア6のブースト移動だよ。あらかじめ各スイベルの角度を直接指定して良さげな体勢にできたらその角度をメモる。今まで紹介してきた処理内容と同様に操作に対してその角度を姿勢になるようにする。ブロックをつけたり外したりするたびに重量や推力のバランスは変わるわけだから、必要に応じてブロックムーバーの設定も調整する。こんな感じだね。みんなの参考になれば嬉しいよ。それじゃあまたね。